皆さんこんにちは。稲枠 TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、セキュリティシリーズ。今回のテーマは電話になります。このシリーズはコースになっております。他の内容、このコースというのは下の概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもご覧いただけると嬉しいです。私たちにとっても身近なスマートフォン、そして電話、これを使わない人はあまりいませんよね。ここに今大きな変化が起きています。今日はですね、動画の途中でちょっとびっくりする実験もお見せします。もしかすると、鳥肌が立ってしまう人もいるんじゃないかなと思うんですね。でも最後はちゃんと安心で終わります。ですからどうぞ怖がらずに最後までお付き合いくださいね。とても大事な設定のお話もしますので、どの設定が良いかはご自身で決めてください。まず今の状況からお話しします。知らない番号からの電話がかかってくることありますよね。実はそういう電話のおよそ4件に1件は詐欺や迷惑電話だというデータが出ているんです。4件に1件ですよ。もうたまたま運が悪かったという話ではなくて、誰のスマホにも普通にかかってくるという時代になってしまったということなんですよね。手口も以前に増して、このシリーズでお話ししたウイルスに感染しましたというような偽の警告画面などと同じで、とにかく私たちを慌てさせるのが共通点で、それが増してきています。詐欺というのは機械を壊すではなくて、人の気持ちを揺さぶって騙すことでしたよね。電話の詐欺というのはまさにその代表選手なんですよね。さて、ここからが今日の本題です。電話の詐欺で昔から一番有名なのは、いわゆるオレオレ詐欺ですよね。息子さんやお孫さんになりすましてお金を要求してくるあれです。今まではね、皆さんこう思っていたはずなんです。うちの子の声ぐらいわかるよ。そうですよね。普通は聞けばわかりますよね。声が違えば気づける。それが私たちの一番の守りでした。ところがその守りが今崩れています。ちょっとこれ聞いてみてください。これはあるサイトで私がテストで試してみました。では、どれが本当の私の声でしょうか？では、一つ目から。たのがきっかけでスマホを使い始めました。使い方もよくわからないので、とりあえず電話と止めます。では次やります。教えてくれた通りに進めてみると意外と簡単。家から出なくても欲しいものが届くって止めます。では最後。オンラインショッピングは新しい冒険です。最初は不安でしたが、孫が教えてくれた通りに進めてみると意外と簡単。いかがでしたか？皆さん、私の声聞いていると思いますが、この今の声は私の声です。ですが、先ほどの3つは、どれも AI で作った声です。見分けつきましたでしょうか？全部私の偽物の声だと分かった人は少ないのではないでしょうか？実際私は娘2人にこれ試してみたんですね。これとは違うものになりますが、LINE で送ってみました。長女の方は、お母さんちょっと元気なくない？こんな感じの返答でした。そして次女の方は、全然わかりませんでした。つまり私じゃないということが全くわからない。これ最初からそうと構えていれば、もしかしたら違うかもね。このようにはなりますが、そうではなく身構えていないと、まさに私の声なので、間違えてしまうのも当然です。実は YouTube 皆さんもよく聞いていると思いますが、中には AI で YouTube 作っている人いますよね。完全にこれはというものもありますけれども、実際その人が喋ってるかのように、普通の一般の人の声で、いつものように喋っているもの、これが実はたまに AI だったりしている、気づいていない人も多いんじゃないでしょうか。今はこういうものなんですね。
たったの数秒の声があれば、全部 AI で作ることができます。そしてこの動画も私の写真、1枚の写真から動画にしたものなんですね。本人が見れば、あ、これ私じゃないとわかりますが、全く身構えていないと、なんかいつもとは違うかなぐらいで見逃してしまう、このようになってしまいますよね。つまりどういうことかというと、今までの弱点というのは、声が違うとバレるということだったんですが、今回のように AI で作ってしまうと事故だよとか、そんな風に電話をかけられると、慌てて余計に混乱してしまい、これまで一番頼りにしてきた見分け方が頼りにはならなくなってきているということなんです。このような時はどのようにすればよいかというと、ご家族と合言葉を決めておきましょう。単純な合言葉ではなくて、山と言われたら川と答える、このような簡単なものではありません。例えば誕生日や住所、ペットなどの名前は避けましょう。もしかしたらもう漏れている可能性があります。調べればすぐ分かってしまうようなものはやめて、家族しか知らない思い出、おばあちゃんの得意料理とか、それが変わったものであれば、それを言ってみるとか、そのようなことをして練習をしてみましょう。そして決められた合言葉は電話やメールなどで作るのではなく、直接会った時に共有をする。これは鉄則です。お孫さんに会ったら、ねえ、うちの合言葉決めないと言ってみてください。逆もありきですよね。そうすると、ちょっと楽しい家族の話題にもなります。そしてもう一つ合言葉とセットで覚えていただきたいのが、一度切ってかけ直すなどの癖をつける。これを練習するのもありですね。本人からの電話なら一度切っても何の問題もありません。そんなのめんどくさいよと思う方もいらっしゃいますが、電話帳に登録してあるいつもの番号にこちらからいつもかけ直すということで、かかってきた番号に応答する癖をやめるようになります。自分の電話帳からかける偽物ならこれで一発でわかります。落ち着いて時間をかけるというのがとにかく鉄則なんですね。そこで最近の iPhone にはとても力強い新機能が入ったのをご存知でしょうか。名前は着信スクリーニング。スクリーニングというのはふるいにかけるという意味です。これ、どういう機能かと言いますとね、電話帳に登録していない番号からかかってくると、あなたの iPhone に電話が鳴りますよね。通常はそのまま鳴ってくるんですが、それを iPhone が代わりに電話に出てくれるという機能です。そして相手にお名前とご用件をどうぞと聞いてくれる。相手が答えた内容というのは文字になって画面に表示されてきます。それを見てから、あ、これ出よう。これは出なくていいね。などと、あなたが決めることができる。いわば、玄関の前に立ってくれる律儀な門番のようなもの。これはインターフォンと似ていますね。昔はごめんくださいと言って玄関のドアを直接ノックあるいはガラガラっと開けて、こんにちはと言って入ってきましたよね。そうではなく、今は鍵がかかった玄関、インターフォンのカメラでドアを開ける前に相手の確認ができますよね。このように着信スクリーニングというのは電話におけるカメラ付きインターフォン。出る前に相手が誰で何の用かがわかるようになった仕組みです。ではここで設定を確認していきましょう。歯車のマークの設定をタップして開きましょう。そうしましたら一番下までスクロールをしていただいて、アプリを開いてください。そうしましたら ABC の順に並びますので、下の方、電話ですので他行になります。電話をタップして開いたら、不明な発信者をスクリーニングというカテゴリーがあります。ここにしない、通話の理由を尋ねる、消音、この3つがあり、真ん中の通話の理由を尋ねるというものにチェックが入っていると思います。
しないにチェックを入れると、登録がない電話番号からも普通に着信音が鳴ります。これは従来通りですね。そして今回の目玉のチェック真ん中、通話の理由を尋ねる。これは iPhone が知らない番号だと自動的に相手の名前と要件を聞いて、それを文字にして確認してから出られます。そして最後、消音。これは一切登録されてない番号は鳴ることがなく、そのまま留守番電話に送ります。ここで一つ嬉しいこと。詐欺の電話というのは名前と要件を聞かれた時点で相手が切ってしまうということが多いんです。つまりあなたが対応する前に iPhone の方が追い返してくれるということにもなりそうですね。補足としてこの機能というのは電話代に注意と Apple では掲げています。なぜなのか。これは日本では基本的に電話をかけた側が通話料を払います。つまり相手が iPhone が出た場合にそこから通話料が相手がかかっていますよというものです。なのになぜ注意書きがあるかというのは、この機能というのは自動で電話に出て、そして自動で転送している仕組みがあるからなんです。知らない番号からの電話に iPhone が代わりに出て、お名前と要件をどうぞと聞いてくれます。この時注意をしてほしいものがあります。まず一つ目は、消音という機能を選ぶと、電話番号に転送されますが、転送にかかる料金というのは、転送を設定した側、つまり自分ですよね。これが負担になります。郵便の転送届と同じで手配した本人がかかるというイメージでしょうか。そしてもう一つ、通信料。相手の話を文字にして画面に表示する処理でデータ通信を使うことがあります。また、海外にいるとき、これは海外では電話を受けた場合にも料金がかかるというものがあるんです。このような場合は注意が必要になります。では本日の動画はここまでにしたいと思います。いかがだったでしょうか。今回は Android はご紹介していませんが、Android は関係ないのかというとそうではありません。Android でも迷惑電話の疑いがあるのを教えてくれる仕組みありますよね。電話にすぐ出ずに画面に何か文字が出ていないかよく読んでから出るようにしましょう。迷惑電話の可能性ありなどと表示されている場合がありますからね。また携帯電話会社では迷惑電話ブロックサービスが無料で使えるようにサービスが広がっています。ソフトバンクでは8月から20日締めなどの支払いによっては7月21日ここから迷惑電話を着信拒否できるナンバーブロックという月額のサービスが無料で使えるようになっています。もちろん別の業者でも似た機能が拡大されていますので、ぜひキャリアの方で確認をしてみてください。今回は冒頭で AI による音声、これについての注意、そして中盤には iPhone の機能について、知らない電話、登録されていない電話であれば、先に述べたように AI でそっくりの声で電話をしてくるということが考えられますので、そのような機能を設定して合言葉なども使ってこちらからかけるとかね、そのようにしてみてください。一つだけの設定ではなく複数抱き合わせることで強固なものになっていきます。ここまでしなくても大丈夫、このような方もいらっしゃるかもしれませんが、ではなぜね、この詐欺というのは年々増えていく一方なんでしょうか。これもいたちごっこではありますが、最新の情報をよく知って、いろいろな機能というのをちゃんと駆使して、そしてスマートフォンはなるべく更新をして新しい状態に保つ、これも忘れずにいてください。では今日はここまでにしたいと思います。稲枠 TV ではこのように初心者の方、中高年の方に向けて便利で役立つノウハウを投稿しております。まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。では今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。またね。稲枠 TV チャンネルではメンバーシップの仲間を待っています。学びに年はありません。あなたを待っています。